ワンクープの方が3ビーンズ、そしてライムはたっぷりかけました。なるべく高温で短時間です。ごきげんよう、アスママです。コストコ購入品、アレンジやルーティンを交えてご紹介します。チャンネル登録もお願いします。イタリアンミネストローネ 521g 入りが3箱998円です。1本で2食分とすると1食あたりは 166.3 円です。野菜と塩だけのスープなのでビーガンですかね。賞味期限は来年の2月です。お鍋に移して温めるだけのレトルトスープです。黄色いミネストローネって珍しいんですけれども、ミネストローネイコール赤というのは日本人の感覚なんだそうです。たくさんの種類の野菜、特に人参、じゃがいもと豆類の存在感があり、食べ応えがあります。優しい塩加減で物足りなさを感じる人は多いかもしれませんが、我が家の好みの味です。セロリも多くて、私はセロリ苦手なんですけれども、このスープは美味しいと思いました。バゲット3ビーンズ&7ファイバー480円です。38センチくらいの細長いバゲットが2種類です。加工日は今日、消費期限は翌日です。ワンクープの方が3ビーンズ、3クープが7ファイバーです。どちらもクラストがパリッとしてクラムは柔らかいけどしっかりめです。目的に合わせてカットします。ハード系なのでサンドイッチにするなら小さめがいいですね。サンドにするなら斜めに切り込みを入れると挟みやすいし映えます。ワンクープの方が3ビーンズ、豆の香りが強めです。お肉を挟みました。牛肉をブルズアイステーキソースで味付けしてます。3クープの方が7ファイバー、話題のイヌリンなど食物繊維を多く含む材料が使われていますが、見た目もお味も普通に美味しいバゲットです。こちらはツナサンドにしました。プリマのベーコン2246円です。100g あたりは129円。賞味期限は8月16日です。いろんなお料理に使いやすいシンプルなベーコンです。コストコで大人気の米久アップルベーコンの方がスモーキーで塩味も強めです。なるべく小さいのを選びましたが、縦横22から23センチくらいで、厚さは3から4センチくらいです。筋を切るようにカットしていきます。ステーキ用に厚切り、そして一番使いやすいチャーシュー切りはたくさん、そして煮物用ブロック、冷凍しておきます。凍ったままでも切れますけれども、シュレッドチーズのようなパラパラ凍結のも作っておきます。コンテナに入れて冷凍したら 1,2 時間後にシャカシャカします。ベーコンステーキは厚さ1センチに切ってから魚焼きグリルでじっくり焼きました。ブラックペッパーとライムをかけていただきます。ブラックペッパーをかけてから焼くと苦くなるのと苦手な家族もいるので、私は後がけです。そしてライムはたっぷりかけました。ミニフープス20個入り798円から200円オフです。家族に大好評だったのでリピです。1個あたりは 29.9 円。加工日は今日、消費期限は翌日です。シナモンシュガーが水分を吸いやすくべちゃっとなるので、ラップして冷凍します。少し硬くなりますが問題ありません。リベイクもありですけれども自然解凍します。何もしないでいますと翌日にはこんな感じにべちゃっとなります。私はこの状態でも好きなんですけれども、リベイクするならなるべく高温で短時間です。左側がトースター、右側がオーブン。どちらも高温設定で予熱しておきます。焼き時間は1分です。茶色い部分はシナモンです。焦げではありません。ふんわり美味しくいただけました。
焼く時間が短いのでトースターでもオーブンでも大差ないのでやりやすい方でいいと思います。ブリポキ和風だし味 100g あたりは349円、1487円です。ライムやネギが入っています。もうね、原材料を裏に貼るのをやめてほしいです。見づらい。ブリの大きさはバラバラ、ポキ用にカットしたわけではなく切り落としって感じですね。ちなみにブリ柵の 100g あたりは378円でした。家族全員ブリのお刺身が苦手なんですけれども、これは美味しいと思いました。だしのお味も良いですし、玉ねぎの量も食感もちょうど良いです。ライムをかけることでブリの脂っぽさもさっぱりします。内容量が一番少ないのを買いましたが、もう3人でペロッと食べちゃいましたね。今週のお酒はライムのチューハイです。ライム果汁と米焼酎と氷を入れたグラスに富士山強炭酸水を注ぎます。おつまみは茹でたオクラとブリポキです。コストコ縛りです。毎週金曜日にまとめ買いをしています。レビューは数回に分けて編集完了次第アップしていきます。チャンネル登録をお願いします。概要欄にご紹介しきれなかった購入品も含めた価格情報などを載せています。お買い物の参考になさってください。今回も最後まで見てくださりありがとうございました。